ご理解第64節。この方は参って尋ねるところがなかった。氏子はおかげを受けて遠路のところを参ってくるが、信心して徳を受けて見しのぎをするようになれ。お取り次ぎを願い、お取り次ぎをいただいて帰る。私どもの願いを聞いていただき、またその返事を聞いて帰ること、それを実行することがお徳を受け、見しのぎができるようになることであります。先ほど長い間信心しておるある老婦人の方が3ヶ月ぶりで参拝されました。人間関係の問題で悩んでおられました。その時私は、それは難儀のように見えますが、あなたに対する神様からのお供えですよと申しました。今日はあのお話をいただいて少しは心が楽になりましたと御礼申されましたが、そのことを神様からのお供えとして、また御事柄としてありがたく合唱して受け得られるとき、そのまま見しのぎのできるお徳になるのであります。そのことを神様からのお供えとしてと師匠は表現しておられます。例えば神様がさまざまなこと柄を私どもに起こさせなさるというのでしょうか、与えられるというのでしょうか。その時に神様が、これは親愛だぞと、これはおかげだぞと言って渡されることはほぼありませんね。今朝いただきますのは忖度ということなのですね。もう数年前ですか、政治家の答弁の中でテレビなどを見ておりますと、忖度ということがよく取り沙汰されておりましたけれども、その人間同士の忖度ではなく、神様と私どもとの間において、神様のお心を、神様の意を忖度するということなのですね。やはりこの信心させていただいておりますと、どうしてもこの神様のお心を忖度するということが大切になってくると思いますね。それは神様が直接私どもにこうだぞ、ああだぞと、これは親愛だぞ、これは栄養になるぞ、これは健康のためになるぞと言ってダイレクトにそういう表現を持って与えてくださることはほとんどないからですね。そこは私どもが忖度していかなければならない世界がそこにはあるように思いますね。昨日は初代親先生のご理解100選ですか、2代親先生がお選びくださったその中の100選の中の70教話ほどまででしたけれども、その70教話をポドキャストの方で配信できるようにアップロードさせていただきましたが、それがアップルのポドキャストでは登録が完了したようです。これも神様からそうせよと言われたわけではありませんね。ある先生がコロナウイルスのこともあってポッドキャストを始めましたと YouTube に投稿しておられた。正直こんなことを言うといけませんけれども、この先生ができるのならば私にもできないことはなかろうと思い、そこからいろいろ調べさせていただき、まずは私の朝の話をポッドキャストで試してみたわけですけれども、
それでうまくいきましたから、これは初代のご理解もできるに違いないと思い取り組ませていただきました。そして昨日そのご理解100選の中の今すでに選ばれている70ほどありましたが、そのご理解をポッドキャストの方に登録させていただくことができました。いくつかのポッドキャストサイトにも登録できておると思いますが、まだ Google さんのポッドキャストの方にがまだ登録ができていないようですので、誰でも聞けるというわけにはまだ参りませんけれども、少なくとも Apple 系と iPhone や iPod ですか、iPad ですか、それではポッドキャストで聞けるようになっていると思います。これなども神様からそうせよと言われたわけではない。私がそうさせていただいたらいいのだと、いいのではなかろうかと、ある意味忖度させていただいたということになりますね。この信心にはどうしてもというのでしょうか、やはり神様のお心を忖度させていただくということがいると思いますね。昨日は師匠の天土の心知りたし、道あらば示せ天土、己が心にという、この己が心にというところではないかと思いますね。神様が私の心はこうだ、これは親愛だぞ、これはおかげだぞと明示的に示されることはあまりないように思いますね。そこは私どもが忖度していかねばならないところだと思いますね。師匠の見教えのご神徳を受けるための6か条の一つに、神様の顔色がわかるようになるまでというのがありますね。神様の顔色がわかるようになるまで、これがまた別の言葉で言えば神様のお心を忖度するということではないかと思いますね。さあ、神様の心はどうだろうかと、神様が右に行け左に行け、これはこうだああだと言われない中に神様のお心を忖度していく、そういう信心のあり方、またそれを稽古していかねばならないと思いますね。いわば神様の顔色を伺っていくということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。